皆さんこんにちは。東京 RPG ファクトリーです。今回ユーザーの皆さんから「アイアム切ない東京 RPG ファクトリー」についてご質問をたくさん頂戴しました。本当にありがとうございます。その中からなるべく多くのご質問にお答えしていこうと思います。続いてバウス15さん、ウィンター9さんからの質問です。メインキャラクターたちはユニークで活力に満ちていて、それぞれの特徴や世界観を持っています。キャラクターの成長という側面は時間や予算、その他の制約によって決められましたか？またキャラクターを意図した通り十分な時間をかけて成長させていくことができましたか？ストーリーをどのように作り込んでいったのでしょうか？ストーリーの発想はどこから来たものですか？日本の昔話なのでしょうか？よくある JRPG よりも大人な感じがしますし、そんなところが私は気に入っています。はい、バウンス15さん、ウィンター9さん、ありがとうございます。90年代の、RPG が好きなユーザーに満足してもらえて、なおかつコンセプトであるその切ないを、体験するストーリーというのがどういうものかなっていうものをチーム内で、議論していく中で、生贄の旅というテーマを決め、そしてキャラクターの簡単な概要を決めてから、本当に旅するかのようにシナリオを作っていきました。だから最初から結末も決まってなかったんですね。というのも、変にシナリオを決めてしまうというよりは、キャラクターがより躍動する、活躍するシナリオにしたかったからというのがあるからです。で、生贄というテーマを選んだ理由なんですけども、日本に限らず世界中で見られるテーマだなと思ったので、世界中の人々に切ないプレイ体験をしてもらえるのではないかなと考えました。そして十分な時間かどうかというのはちょっと人の評価になるとは思うんですけども、私たちとしては与えられた時間の中で、できる限りのことができたなとは思っていますし、その中でキャラクターを十分に成長させることができたなと思っています。ストリックさんからの質問です。不満を言っているわけではないのですが、 CGI カットシーンがこのゲームにはないのはなぜですか？あったらもっとかっこいいのにと思います。ストリックさん、ありがとうございます。これはプレイする方に想像してもらう余地があるゲームを作りたかったということがあります。90年代の RPG にはグラフィックで表現されない部分がたくさんあって、それをプレイヤーがそれぞれに想像することで補完をしてたということを思っています。で、イメージを補完しながらプレイしたことでより強く記憶に残っているのだと、考えていますので、本作でもカットシーンなしで貫こうと考えました。エキセントリックさんからの質問です。このゲームの社内での評価はいかがでしたか？はい、エキセントリックさん、ありがとうございます。そうですね、開発終盤みんなで開発メンバーでテストプレイをするんですけれども、みんながですねすごくゲームを楽しくプレイしているのを見てすごく手応えを感じていました。プロジェクトセツナのコンセプトに、賛同して今回開発メンバーを集めたんですけれども、作りたかったゲームを作れたことに、私たちはとても満足しています。ですけれどもまだまだですね改善の余地はありますので、次回作以降に生かしていきたいと考えています。次はマークマン23さんからの質問です。このゲームをシリーズ化する計画などはありますか？世界設定、キャラクター、テーマなども全てとてもユニークなので、さまざまな形態で遊んでみたいと思っています。はい、マークマン23さん、ありがとうございます。そうですね、アイアム切なは完結した作品だと考えてまして、今後直接的な続編を開発することは今のところ考えていませんが、プロジェクトセツナのコンセプトを継承した作品は引き続き作り続けていきたいと考えています。私たち東京 RPG ファクトリーが掲げているこのプロジェクトセツナは、90年代の JRPG が持っていた魅力をそれが好きだった開発者たちの手で、現代の新しいゲームとして進化させていくことを目指しています。